こんにちは、ゆうかです。今日からついに日本一周再開です。イエーイ。この間パパクリッパがカスタムから戻ってきたんですけど、今日はそのまま神戸港まで来ちゃいました。ここまでめっちゃ運転大変でした。ということで今日は初めて車でフェリーに乗ってみたいと思います。それじゃあ行ってきます。今車を止めてこれから乗船手続きをしに行ってきます。車検証が必要らしくてちゃんと持ってきました。これで車のサイズとかを確認するそうです。ちなみにパパクリッパは車のサイズは一番小さい4メートル以下のやつでした。なんか悔しいな。まあでも安いからいいか。車で乗船初めてだから緊張する。うまく乗せれるかな。今日乗るフェリーが見えました。宮崎カーフェリーのフェリー6港です。お願いします。はい、そうです。乗船手続きできました。この QR コードの紙と部屋のカードキーをもらったので、これを持ってもう一度車に乗ってそのまま乗船していきたいと思います。緊張。ついに車でフェリーだよ。夢のドキドキ。それじゃあ早速軽バンを乗せていきたいと思います。よし、行くぞ。誘導の方がずっといてくれて全然迷うことはなさそうですね。やばい、緊張する。ここでもちょっとおどおどしてたらこいつ絶対初心者やんって思われそうだから常連風呂。いつも乗ってますけどみたいな顔していこうかな。車で乗り込むのはもっと難しいかなって思ってたんですけど、意外と簡単というかみんな案内してくれるので指示に従っていけばいけますね。これなら初心者でも簡単にできる。ここまでだいたい車で8時間ぐらいかかったんですよ。かなりドライブしましたね。でもここからフェリーで今神戸港にいるんですけど、神戸港から宮崎まで行くんですよ。それが13時間なのでもっとかかりますね。でも最近40時間フェリーに乗ったばっかりだからそんなに長く感じないんですよ。でも13時間って結構長いですよね。長いよね。ちょっと感覚がまひってきて分かんなくなってきた。今日の7時に出て朝の8時に到着するのでちょうど寝て起きたら着いてるんですよ。だから多分体感5時間くらいになるんじゃないかなって思ってます。こうやって夜を挟むのはいいですよね。ありがたいです。大きいトラックばっかりで私だけちっぽけ。舐められないかな。背伸びしとこう。やばい、来るかもこっち。来た。はい、頑張ります。いけるかな。でも誘導の方がめっちゃいっぱいいて助かる。いけるか。カーブ、鈴木選手見事なカーブを切り抜けていく。前には誰もいない。1位だ。やばい、青コーラ来るかも。でも本当にそれどころです。びっくりした。怖い。今さハンドルが効かなくなった。なるほどなるほど。助かりますねこれは。 OK。 無事に到着できました。よかった。めっちゃ緊張したけどスタッフさんがたくさんいてやりやすかったです。ありがとうございました。ちょっと後で恩返ししないと。乗船券とカードキー、
車検証はもういらないよね多分。上に置いておこう。それじゃあ船に乗り込んでいきたいと思います。じゃーん、無事に駐車できました。こうしてタイヤ止めもつけてもらって、これで動かなくなりますね。それじゃあバイバイ、行ってくるね。また13時間後会おうね。見て見て、ジャンボフェリー葵がいるよ。このフェリーも気になってるんだよね。でも今日は浮気せずに宮崎カーフェリーに乗っていきます。じゃーん、フェリー六甲に乗り込んできました。こんな感じの雰囲気なんですけど、後でまたじっくり見せようと思います。とりあえず荷物もあるのでお部屋に行きたいと思います。今は4階に来たんですけど、私のお部屋は F4107 なのでここですね。早速入っていきましょう。てか見て、カードキーがかわいい。神戸の夜景かな。それじゃあオープン。じゃーん。おー、なんかいつもと違った感じのお部屋で新鮮でいいですね。そう、ここのファーストツインのお部屋は2名以上からしか予約ができなかったので、ベッドが2つついています。今日はどっち使おうかな。右半身こっちで左半身こっちにしようかな。テーブルがありますね。なんか灰皿みたいなドリンクホルダーがあります。そしてベッドはこんな感じになっていて、アメニティもしっかりついてますね。ベッドの向かい側にはテレビもちゃんとついています。ベッド脇には照明もついていて、コンセントもあります。そしてベッドの横にも照明がちゃんとついているので、これめちゃくちゃ便利ですよね。寝ながら操作できる。そして玄関の方に行くとハンガーがたくさんついていて、あとはバスタオルも2枚分ありますね。朝と夜にお風呂入ろうかな。こっち側の机にはお湯を沸かすポットと、あとこれはお茶セットがありますね。これはなんだ、お、鏡と、あとはご案内が置いてありました。いろんな営業時間が書いてあるので後で詳しく見ようかな。こっちの扉は何なんだろう。洗面台かな。開けてみよう。あ、トイレでした。失礼しました。あと玄関には全身鏡があります。イエイ。せっかくだからこのアメニティも見てみよう。何が入ってるんだろう。見て見て、袋にも宮崎カーフェリーがプリントされてる。かわいい。歯ブラシとヘアブラシとボディタオルと、あとはミニタオルがあります。こっちの袋にはスリッパだ。見て、モコモコスリッパ。これめっちゃ嬉しい。やったー。スリッパの舞。あとはパジャマですね。ストライプパジャマがついてます。アメニティも充実していて過ごしやすそうです。そしてお待ちかねの窓の景色を見てみましょう。どんな感じかな。おー、すごい。ジャンボフェリー見える。ちょっとすごいよ。出港前の景色ってあんまりおーってなんない時が多いんですけど、今日はすごいです。じゃーん、見てください。フェリーと、あと神戸の景色が見えます。あっちにね、観覧車とかあるんだよね。ジャンボフェリーに車が積まれていくのが見える。今日のお部屋はこんな感じです。13時間楽しみになってきた。パパクリッパのことも不安だけど、あっちでもうまくやってるよね、きっと。私も私で楽しみたいと思います。まもなく出港なので、展望デッキに出港を見届けに行きたいと思います。ここから出れるらしい。行ってみよう。雨降ってるかな。あ、雨止んでる。
よかった。宮崎カーフェリーって結構でかくないですか？なんかすごい大きく見える。19時10分ちょうどにフェリーが動き出しました。バイバイ神戸。初めてだったけどまた来るね。あっち側に綺麗に見える観覧車はメリケンパークかな。煙がやばいですね。真っ白。あそこに見えてる白と赤のタワーってもしかして神戸タワーかな。すごい。海の上から神戸の景色が見えてる。あそこに神戸って書いてあるよ。すごい。夕焼けもとても綺麗でいい眺めですね。レストランにやってきました。ここのレストランはバイキングらしいからお腹が空いたから爆食いしていきます。大人1人2000円らしい。まあ妥当ですね。カツオのポキめっちゃ美味しそう。アボカドも入ってる。見て見て、チキンからスペアリブのバーベキュー焼きまである。わー、最高ですねこれは。ビールある。どうしよう、飲むか悩む。ふう、やっと落ち着けた。フリー六甲で速攻ビール飲む私。いやこれは違うんですよ。ビール飲めるのが22時までらしくて、やっぱり禁止される前にやりたいじゃないですか。だからちょっと速攻飲んじゃいました。ということでいただきます。ご飯がめっちゃ美味しそうなんですよ。てか私盛り付けうまくないですか？このカツオがめっちゃ美味しそう。うまっ。やっぱフェリー旅はビュッフェがあるからマジで楽しい。この瞬間が幸せです。でも正直車でフェリー乗るのってもっと大変かと思ってたんですよ。テンパるかなって思ってたんですけど、意外とここまですんなり来れてよかったです。私タフォでの乗船は結構プロになってきたんですけど、車は初めてだからちょっとまだ慣れないんだよね。スペアリブうま。私宮崎に行くの人生初めてなんですよ。めっちゃ楽しみ。宮崎って景色もいいっていうし、果物も美味しいっていうじゃないですか。マンゴーが食べたい。食べれるかな。あとはチキン南蛮とかも有名らしいから食べたいな。食べることばっか考えてる。ここに来るまでにパパクリッパ結構ガソリン使っちゃって入れ忘れちゃったんですよ。だからパパクリッパのガソリンがめっちゃギリギリで、私だけガソリン満タンになっちゃう。なんか申し訳ないな。フェリー六甲めっちゃ綺麗じゃないですか。このソファーの感じとかもショッピングモールにありそうな感じがしません？この向かい側の椅子だけ見てもイオンにありそうな感じじゃないですか。あちら辺にモーリーファンタジーあってもおかしくないかも。そう、このフェリーは2022年に就航したばかりでまだ新しいフェリーなんですよ。姉妹線にフェリー高千穂というフェリーがあるんですけど、六甲よりもちょっと早く就航していて、一応後輩なんですよこっちが。で六甲の方は内装が大人めな感じで落ち着いた雰囲気らしくて、逆に高千穂の方は明るい感じで子供向けな感じらしいです。だから大人な私にぴったりですね。
今日は神戸から宮崎に行くんですけど、運行ルートが太平洋経由だそうで、前に東京九州フェリー乗った時にめっちゃ揺れたんですよ。だから今日は船酔いがとっても心配です。大丈夫かな。船酔いする前にいっぱい飲んでおこう。カツオのポキ美味しすぎておかわりしちゃった。これうますぎ。デザート、チーズケーキかな。甘くて美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいすぎる。お、売店がある。ちょっと営業時間が10時までらしいから行ってみようかな。売店にはいろんなお菓子だったり、あとは神戸のお土産が売られています。カマンベールチーズケーキ美味しそう。買ってみようかな。あとはフェリー六甲のオリジナルグッズが売られています。そういえば私5000円集めてるけどさ、5000円帳持ってないんだよね。買ってみようかな。待って、意外と高い。2000円はするんだ。ちょっと考えよう、やっぱり。それとあともちろんお酒も売られています。いや、この瓶を買うのはさすがにあれなんで今日はやめておきます。そしてここには自販機コーナーがあります。わ、またビールの誘惑。カップラーメンが大量に売られているので、夜お腹が空いても困らなそうですね。全体的に座れるところが多くて、結構人も少ないので過ごしやすそうですね。船内マップはこんな感じになっていて、3階と4階しかないです。いつも乗っているフェリーはもう1階ぐらいあるからちょっと狭いのかな。お部屋のタイプはこんな感じで、一番上がプレミアクラスで、私はファーストクラスなのでここの2番目にいい部屋ですね。あとはシングルの部屋とドミトリーの部屋とツーリストの部屋がありますね。今は3階のここにいます。それでは4階に上がってみましょう。やっぱり全体的にすごく綺麗です。一応3年経ってるのか、そう思えないほど新築みたいな感じがしますね。4階の上がった先に、なんじゃこりゃ、ゲームセンター発見。どんな商品があるのかな。いるか。わ、宮崎に行きます。そう、車中泊もします。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。わ、見て見て、しんちゃんいるよ。かわいい。1回だけやっとこっかな。それじゃあ1回だけ。待って、どれ狙おう。どうしようかな。白でいっか。取れない。やばい。ちょっともう1回だけ。こいつ。わー、ダメだ。ちょっと宮崎に着く前にお金がなくなったら嫌なので、この辺にしておきます。悔しい。あとは何があるかな。男湯発見。女湯はどこなんだろう。まだ見つかってないな。4階にも自販機コーナーがありますね。3階の自販機とほとんど同じラインナップになっています。アイスクリーム発見。わあ、食べたいけどデザートまで食べちゃったからやめておこう。
キッズコーナー発見。めっちゃ楽しそう。なんか今時のキッズコーナーですね。画面に直接絵描いたりできるっぽいよ。これ私やっていいのかな。さすがにダメ？でもちょっと見られたら恥ずかしいからやめておきます。ベビールームも2つついていて子連れにも良さそうですね。そしてここは洗面台スペースです。お部屋に洗面台がついていなかったので、こうして綺麗な洗面台がいっぱいあるのは助かりますね。夜になったので展望デッキに出てみたいと思います。景色変わったかな。わあ、真っ暗だ。でもあっちの方にちょっと光が見えますね。そんなに陸から離れてはない。でもやっぱり展望デッキは風が強い。逃げろ。女湯発見しました。お風呂のシーンは映せないのでバイバイ、行ってきます。お風呂から上がってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。帰りに売店でいろいろ買っちゃいました。じゃーん。これは私が集めている御船印です。フェリー6個の御船印ゲット。これで6個目かな、6個だけに。あとは気になっていたこの神戸のカマンベールチーズケーキ買ってみました。こういうお土産はみんな多分家に持ち帰る方が多いと思うんですけど、私は我慢できないんですよね。食べたくなっちゃう。すごい本格的なチーズケーキだ。いただきます。チーズの香りが香べしい。まあお土産って言ってもね、結局持ち帰って食べるのも自分だから、今食べても一緒なんですよ。そしてアサヒスーパードライ、いろんなところにお酒の販売が22時までって書いてあって、ということは22時前にいっぱい飲んでくださいっていうメッセージかなって思って、禁酒中なんですけど、そんな言われるなら仕方ないですよね。それじゃあ乾杯。美味しい。いややっぱ個室はいいですね。さっき休憩スペース見てみたら、結構みんなお酒を飲んでいて出来上がってる人もたくさんいたので、私もそれ見習って一杯飲まないと。多分休憩スペースとか使ってる方は個室じゃないツーリストとかの方なのかな。そう、個室じゃないお部屋もあるんですよ。ちなみにここのお部屋の値段なんですけど、大人2名料金で 18,000×2 で36,000と、パパクリッパの乗船料金が12,000円で、全部足して48,000円もしました。めっちゃ高い。まあでも多分軽バンで普通に宮崎に行ってもガソリン代とか高速代とかでもろもろ結構かかっちゃうと思うので、こんぐらいかかっても仕方ないのか。でも神戸から宮崎って結構な距離だから、安全を買うって思えばそれにしても高いか。元を取れるまで飲みまくろう。今お部屋にあった船の案内見てたんですけど、フリー Wi-Fi があるそうです。こういう感じで Wi-Fi つなげられるんですけど、いくつか注意事項があって、お部屋では使えないらしくて、ビューラウンジとか共用部分のみで使えるそうです。あと他にも10時から6時は利用できなかったり、乗船日と下船日の2日間で3回まで1回につき15分の使用。結構厳しいな。で他にもね、動画配信とかは見れないそうです。ってことは出発してからの2時間と着いてからの2時間が使えるってことか。
厳しい今の時間は9時半なので共用部分に行けば使えるそうです。でもね、電波は普通に入っていて困ってはないです。明日の8時に宮崎に着くんですけど、明日は日本一周宮崎編を撮影するんですよ。めっちゃ楽しみなんだよね。いろいろ調べてみたんですけど、ヤシの木とか生えてる場所もあるそうで、本当に南国みたいな感じらしいの。だからさ、夏にぴったりだよね。まあ明日は結構早いし、しかも車の運転もあるので、お酒はこの辺でやめておこうかな。いつもならもう少しだらだら晩酌するんですけどね。ちょっと早めに寝て明日の運転に備えたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おやすみ。おはようございます。今日の朝日の出を見に行ったんですけど、曇ってて見えませんでした。悔しくて二度寝しちゃいました。昨日から結構船が揺れてるんですけど、まあでも結構慣れちゃいましたね、この揺れ。今も10のうち6ぐらい揺れてはいるんですけど、でも酔い止めも飲んだので意外と船酔いは平気です。ただいまのお時間7時でございます。本日の宮崎港への入港時刻は定刻の8時40分を予定いたしております。残り少ない船旅ではございますが、船内にてごゆっくりとおくつろぎくださいませ。朝食バイキングが8時10分までらしいから、入港前に朝食を食べに行ってきたいと思います。朝食バイキングにやってきました。朝は牛乳です。乾杯。美味しい。朝牛乳派でよかった。朝からビール派だったら今日は運転があるので危ないところでした。それじゃあいただきます。うまい。あ、そうだ。今共用部分にいるから Wi-Fi つなげてみようかな。宮崎カーフェリー Wi-Fi。速度テストしてみたらこんな感じで結構早いです。 Wi-Fi 動画配信は見れないって言ってたんですけど、普通にインスタとかツイッターは開けますね。電波はお部屋にいるときは基本的にはなかったんですけど、共用部分に出ると意外と携帯が使えるので、そこは全然大丈夫でした。今日はこの後宮崎に着いたら、いつもだったらバスとか電車とかでまた近くの駅までの行き方を探したりするんですけど、そのまま車だからすぐに観光が始まりますね。でも私は今パパクリッパのガソリンがないからガソリンスタンド探しから始まるんですけどね。でも車だとそこが便利でいいですね。めっちゃ楽しみ。やっぱ初めてのとこ運転するのは緊張するんですけど、めっちゃワクワクしてます。私最近めっちゃ海苔にハマっていて、味付け海苔とか韓国海苔とか家でめっちゃ食べてるんですよ。船にもあって嬉しい。味付け海苔ってさ、めっちゃ美味しくない？うまい。ちなみに今日の宮崎の天気は雨のち曇りらしい。絶対降るやつだ。だいたい曇りの天気予報の時は大雨なんですよ。なん
なんでなんだろうね。今日予定ない引きこもるぞって日に限ってめっちゃ晴れるんだよね。本当に雨女すぎますよね。まあでも雨でも楽しもう。バイキングだから本当はおかわりしてもっと食べたいんですけど、宮崎に着いても美味しいものを食べたいからこの辺にしとこうかな。それじゃあごちそうさまでした。この後はお部屋に帰って帰る準備をしたいと思います。朝の展望デッキにやってきました。あと1時間ないくらいで入港で、向こうの方に陸が見えてきました。いや、13時間あっという間でしたね。いろんな建物が見えてきました。宮崎は初めてなので何が何だかまだ分かんないですけど楽しみ。お客様へご案内申し上げます。大変長らくのご乗船誠にお疲れ様でした。本船の前方部には皆様方お待ちかねの宮崎港フェリーターミナルが見えてまいりました。皆様方の車を固定いたしておりました車止めを取り外す作業を行います。こちらから放送でご案内いたしますので、お部屋の方でお待ちくださいませ。本日は宮崎カーフェリー六甲へご乗船いただき誠にありがとうございました。バイバイ宮崎カーフェリー。この後は下船のアナウンスがあるまで少し待ちたいと思います。またね。やばい、緊張してきた。本当の下船だよ。大丈夫かな、うまく出れるかな。鍵準備した。ありがとうございました。パクリいるかな、いるかな、いるかな。あ、いた。パクリ目の前にいる。じゃーん、いい子に待ってくれてた。今行くからね。よし、下船する準備ができました。これは前の車が進むのを待てばいいのかな。焦らずのんびり行こう。はいはい。前の準備できないからバックしてもらいます。あ、バック。はい。やばい、バック。私めっちゃバック下手だよ。ありがたい誘導。ありがとうございます。誘導してくださってありがとうございました。おー楽しい。携帯電話が接続されていません。携帯電話を忘れていませんか？おー、すごい。車で下船できた。嬉しい。お、フェリー六甲だ。でかい。あれから少し移動してフェリーターミナルの駐車場までやってきました。ということで今日は宮崎カーフェリーに軽バンと乗ってみました。すごく良かったです。いつも徒歩で乗船してるんですけど、車だったらこうやって下船して一歩も降りずにそのまま観光できるから、それがすごくいいなって思いました。まあでもやっぱりね、車を乗せてフェリーに乗っちゃうと料金が2倍近くかかっちゃったので、1人だと割高になってしまいますね。家族連れとか友達との旅行だったらお得だなって思いました。でもフェリー自体はめっちゃ楽しくて、結構賑やかなフェリーだったなって思います。みんなお酒を飲んでワイワイしていて、レストランもみんなすごい楽しそうで賑やかな感じでした。この後はそのまま宮崎を観光しようと思うので、次の動画は日本一周宮崎編になると思うのでお楽しみに。
ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。